どうも、ゲレスです。どうも、ノロです。はい。エルデンリング発売2周年 &DLC 発売決定おめでとうございます。おめでとうございます。さて、今回はそこで発表された DLC の新情報について、各インタビューや画像、動画の隅から隅まで徹底的に見ていこう。まずは、公式サイトに掲載されたプロローグを少しずつ見ていこうか。影の地、黄金樹の影に隠された地、神たるマリカが、降り立った場所、英語版の公式サイトとの違いで気になる箇所としては、まず、神たるマリカが、降り立った場所の部分に、ファースト、最初に、という言葉が加えられているね。言い回しからすると、出生地とも違う感じはするわね。マリカ様は、狭間の外からやってきたまれびとのはずだったわよね。IGN のインタビューで宮崎さんは、設定として、かつては本編の舞台である、狭間の地の一部だったのですが、何らかの理由によってそこから物理的に切り離されました、と話しているし、ファミ通のインタビューでは、DLC の舞台である影の地は、本編の舞台となる狭間の地から隔絶しています。それは、外部から切り離され、隠されているといったイメージで、あのベールはその象徴でもあります、と話しているね。なるほど。影の地は、元は狭間の地の一部だったけど、何らかの理由で切り離されて隠されてしまったのか。マリカ様が初めて来訪した狭間の地の地域が影の地ということかしら。当然元はそんな呼び名じゃなかっただろうけど。そうだね。もはやどこにも存在していないという太陽の都との関連も気になるところだね。それにベールで何かを隠すというと、マリカ様や黒木刃たちまれびとだから、隠した側はマリカ様陣営なのかもしれないね。切り離すというと、元は物理的にどこにあったのかが気になってくるわね。やっぱり例の中央の海の部分なのかしら。でもちょっと気になるのが、神たるマリカが降り立った場所というけど、マリカ様はすでに神の状態で影の地に降り立ったのかしら。いや、違うと思うよ。ファミ通のインタビューで獅子舞について聞かれた宮崎さんは、実は影の地はマリカが神となり黄金樹が生まれた地なのです。当然そこには黄金樹以前の文化といったものがあり、あの獅子舞はその文化に由来するキャラです。なので本編とはまた少し違う異文化の匂いを感じてもらえればと思います、と答えているんだ。黄金樹以前の文化？獅子舞というのは単純に考えて獣への信仰かしら。それもそうだし、おそらくはそれ信仰だと思うよ。日本における獅子舞の獅子とは必ずしもライオンではなく、イノシシ、ヤシカ、カノシシなどの獣を神聖なモチーフとしたものなんだ。実際に日本にはいろんな動物のパターンの獅子踊りが存在するんだよ。獅子、鹿にイノシシ。そういえばいつかそんな話をしたことがあったような。思い出した。初期バージョンのテキストか。そうだね。黄金樹から距離を置くとされるソ連の民の装備品の初期バージョンのテキストには獅子霊という言葉が登場したんだ。現代だと獅子舞というとお正月のおめでたいイメージが強いかもしれないけど、日本の伝統的な獅子踊りとはお盆、つまりそれ信仰とも非常に強い結びつきがある儀式なんだよ。なるほど。そうなってくると、今は地下でフラフラしているソ連の民はもともとは影の地の民だったかもしれないわね。マリカ様に負けて追いやられたのかしら。そういえばトレーラーでも敗者がどうこうというセリフがあったわね。これ読めない漢字が混ざっているけど、奴らもまた無辜なる善などではない。ただ敗者となったに過ぎぬこのセリフだね。難しい漢字は無辜で何の罪もないという意味の言葉らしいよ。ここのセリフの英語訳にはおとあるように、彼や獅子舞勢は戦争に敗れたみたいだね。そういえば影の地は黄金樹が生まれた地でもあるのよね。黄金樹の始まりといえば黄金樹の守り、その始まりにおいて黄金樹の敵は全てだった。数知れぬ戦いと勝利によってそれは律となったのだ、というテキストがあったわね。そうだね。黄金樹の始まりといえば、加えて言うとこの辺りのテキストも興味深いよね。シルリアの呪詛、黄金樹の原初は生命に近しく、そのるつぼたる様を模した槍は古い生成を宿しているオルドビスの体験。原初の黄金はより生命に近く、故に赤みを帯びていたという。この剣はその古い生成を宿していると、この辺りかな。るつぼというのは明らかに木と密接な存在なわけだけど、この辺りでプロローグの続きを読んでいこう。そして
歌われぬ戦い、粛清の地、メスメルの日に焼かれた場所。粛清とされる形の歌われぬ戦いがあり、メスメルの日に焼かれた場所か。メスメルというのはあの新登場キャラよね。トレーラーでは影の地で玉座に座っているみたいだけど、この一文からするともともと彼は影の地を火で焼いた側、断言はできないけど粛清する側だったという印象を受けるわ。そうだね。トレーラー内のセリフでは黄金の祝福なき全てにしよう、メスメルの日をというものがあることからもそれは感じられるね。これに関しては IGN のインタビューで宮崎さんは、この椅子はモーゴットやマレニアなどいわゆる大ルーンを持った王様たち、マリカの子供たちが座っていた椅子になります。メスメルは本編には登場せず語られなかったマリカの子供の一人です。本編におけるルーンの王たちと同格の存在になります。彼がなぜ語られていないのかというところも含めて DLC で判明することになりますと話しているね。ファミ通でもメスメルが座っている椅子は本編でイミオウ、モーゴットとの戦いの舞台にあった椅子と同じもので、彼もまたゴドリックやマレニア、ラダーン、ライハードなどと同格の存在であり、マリカの子とも呼ばれていますと話しているんだ。これらのことからマリカ様陣営側だったということは想像ができるわけだけど、この宮崎さんの答え方って少し違和感がない？どういうこと？いや、普通にデミゴットですって言えばよくないかな。デミゴットという言葉がある上でマリカの子とも呼ばれていますって普通言うかな。なんか全体的にあえてデミゴットという表現を避けているような印象を受けるんだよね。なんか椅子がどうたらで同格の存在だとかやたらと回りくどいような気がしない？ルーンの王たちと同格の存在という言い回しも逆に言うと破片の君主ではないと取れるよね。でも IGN の方だとマリカの子供の一人ですって明言しているじゃないの。マリカ様の子供ということはイコールでデミゴットなんじゃないの？エンや姉さんも言っていたじゃないの。まあ普通に考えればそうだね。ただそれにラダゴンとレナラ様の子である3兄弟は政治的にデミゴット認定されたみたいだよね。そういうことも含めて考えると彼はマリカ様の子でありながらデミゴット認定されていないし破片の君主でもないし、隔離され隠された地で玉座に座っている人物なのかもしれないね。そうだとしたらちょっと哀れね。なんでそんなことになったのか気になるわ。ヘリと炎に巨人のような赤い髪、それに瞳も黄色く見える黄金樹陣営からするとタブーの盛り合わせみたいな人物だからそこは絡んできそうだね。彼がそういうタブー野郎だったからこそ隠されることになったのか、はたまた隠された恨みでタブーに走ったのか。いや、もしかするとマリカ様陣営からこれからタブーにする要素を一身に押し付けられたのが哀れな彼だったのか。何にせよまがまがしい母子関係が見られそうね。トレーラーで彼の背後には光沢母らしき石像が見られるね。それも含めて考えると母は本当に王たるを託したのか、光なき者などにという語り口から母に対する一定の信頼は感じられる気がするかな。あれだけでかいお母さん像を置いているとなるとメスメルはマリカ様が大好きなんでしょうね。愛されたから愛したのではないか。でも彼は隠された、そしてタブー盛り合わせの現在の姿、闇と闇の予感がするわ。そうだね。光なき者というのは焦りとを指すんだろうけど、その姿に反してマリカ様だけでなくその黄金樹の祝福も重要視していることが伺えるね。声からは本人のセリフからどうかは判断ができないけど、黄金の祝福なき全てに死をメスメルの日をというセリフも合わせて考えると恐ろしいくらいの黄金獣の愛と忠誠を感じるね。ところで一応触れておくけど、メスメルには串刺し孔という二つ名があるみたいだね。この二つ名は吸血鬼ドラキュラのモデルになったことで有名なブラド3世の二つ名として有名なんだ。吸血鬼？どういう人なの？8万人以上の命を奪い大勢の人間を生きたまま串刺しの刑にしたとされるワラキア公国の君主だね。敵国からのプロパガンダも多分に含んでいるみたいだから数字などが事実かどうかはわからないけどね。とにかく残虐なイメージが先行している人なのでメスメルと共通点は感じられるの？囚われの身の期間が長いとかが多少気になるくらいで、それ以上の共通点というとあまり見当たらないし、母親との関係性も簡単に調べた範囲だと特にエピソードは見つからなかったよ。そんな中で一つだけ伝えておきたいのはもう片方の二つ名であるドラキュラの意味合いだね。彼の父はドラゴン公という二つ名で呼ばれる人物であり、その子であることからドラゴンの子を意味する
ドラキュラと呼ばれたみたいなんだ。なるほど、串刺し公は竜の子として有名だったわけか。そう考えるとエルデンリングの世界観的にも少し気になるわね。まあメスメルは竜というより蛇が大好きみたいだけど。そうだね。一応頭に入れておくと役に立つかもしれないね。さて、父親の話題が出たけど、メスメルの母がマリカ様であることは宮崎さんの発言からほぼ確定事項だとして、それなら父親は誰だと思う？そうね、単純に髪色から考えるとラダゴンかしら。ただ時系列がおかしくなってくる気がするけど。そうだね。マリカ様とラダボンの子だと考えると、いろいろと収まりが良いのは確かだと思う。エブレフェルにはミケラとマレにあらしき2人を抱く大きな3人目の石像が置かれてあったし、蝶々は3種類が存在する。蝶々って、そうか、一生幼い妖精蝶、腐敗のエオニアの蝶、そして火のくすぶり蝶か。確かにそれぞれがミケラ、マレニア、そしてメスメルに対応していると考えると収まりが良いわ。ただ確かにマリカ様とラダボンが結婚した後にメスメルを産んだのだと考えると、メスメルは前歴史の中で言うとかなり若い人物ということになる。時系列的に違和感はあるよね。そうそう、黄金時の始まりには戦いがあり、その戦いはメスメルの日で終焉し、その日が原初の黄金樹たるルツボにつながっているとすれば、メスメルはかなり古くから存在していないと辻褄が合わないわ。解釈のパターンはいくつか考えられるね。粛清の戦いを焼いたメスメルの日は彼の日ではないというパターン。メスメルという言葉に個人名以上の意味がある場合だね。あとは単純にマリカ様が大昔にラダゴンとの間にメスメルを産んでいたというパターンも普通に考えられるわよね。ミケラたちとはむちゃくちゃに年が離れた兄弟というパターン。そうだね。あとは黄金時の始まりとか粛清の戦いが意外とマリカ様がレアルカリアから戻ってきたラダゴンと結婚した後の出来事だというパターンももしかするとあるかもしれないね。いやいや、巨人戦争の言霊とかもあるし、さすがに考えにくい気がするけど、まあ絶対とは言えないか。黄金時の時代とか始まりとか曖昧といえば曖昧な表現だしね。当然ラダゴンの子ではないパターンもありえるし、ここら辺は総合的においおい詰めていこうね。個人的には単純に古い子というパターンっぽいとは現時点では思うかな。まあそれが無難といえば無難よね。その場合ラダゴンという人物の正体が然気になってくるけど、あとヘビといえば酔い目の女王も。そうだね。さてメスメルといえば触れざるを得ないのがこの紋章だね。左には炎、右には二重螺旋の円環、その真ん中を何かが巻きついた槍状のものが縦断しているね。真ん中の槍はいかにも串刺し工という印象ね。彼はトレーラーでも片手に炎を浮かべているし、炎のモチーフは納得できるわね。ちょっと狂い火の紋章に似ているかしら。似ているといえば似ているけど違うといえば違うね。もう片方の二重螺旋の円環や中央の巻きつくものは彼がヘリを身にまとっているからそのイメージと結びついてしまうね。そうそう、頭が2つあるから赤い2匹のヘビかしら。片方だけの翼が何枚も生えているのも特徴的ね。いや断言はできないけど観察していると尻尾が見当たらず一匹のヘリに見えるんだよね。多分だけどこれはアンフィスバイナがモチーフじゃないかな。アンフィスバイナ？どこの南米諸国よ。ありそうだけどアンフィスバイナは伝説上の両端打頭部のヘリだよ。赤い体で描かれることが多く翼を生やしたパターンも多いね。ギリシャ神話では斬首されたメドゥーサの血液から生まれたとされるから赤いイメージはそこからかもね。このメスメルのように生きたアンフィスバイナを身にまとっていると妊婦さんの場合は安産ができるとかいう言い伝えもあるみたいだね。いや明らかに妊婦さんではないでしょ。細長男は妊婦さんの対極よ。今後出てくる情報によってはどんな知識が役に立つかわからないでしょう。続けるよ。アンフィスバイナにとってはペルセスが良いということわざがあるんだって。どういう意味だと思う？わかるか？そんな小学生の感想文みたいなやつ。仕方ないな。アンフィスバイナは斬首されたメドゥーサの血液から生まれたと先に話したよね。そのメドゥーサを斬首したのが最高神ゼスと人間の娘との間に生まれた半身の英雄ペルセスなんだ。アンフィスバイナにとってはメドゥーサは母同然の存在でありペルセスはその仇ということになるけど、かといってペルセスがメドゥーサを斬首しなければアンフィスバイナは誕生しなかった。だから結局は自分を作り出してくれた存在って良いよね。
という感じの話みたいだね。ふわってしているし、何がエルデンリングに関係するのよ。だから今後出てくる情報によってはどんな知識が役に立つかわからないでしょ。まあそんなこと言っているとキリがないからそろそろ話を進めるけど、アンフィスバイナは何より象徴論として興味深いと思うんだ。メスメルの紋章には絡み合う二重らせんの円環があるよね。そして円環とヘビといえばウロボロスだよね。ウロボロスは過去の動画で何回か触れてきたわね。自分の尻尾をくわえているオロチだっけ。 DLC のタイトルだとか使用時の修復ルーンでそれらしい図像が見られるのよね。完全性だとか相反する要素の統一を象徴するんだっけ。そうだね。ウロボロスは両端が頭と尾という相反する要素だからこそ噛み合い統一し円環をなし完全性を得ることができる。じゃあアンフィスバイナのように両端が頭と頭だったらどうなるのか。まあ確かに喧嘩しちゃいそうね。相反していない、つまりは偏っているんだ。そう考えるとメスメルの赤いヘビの翼が左右揃わず片方だけいくつも生えている姿というのも意味深に感じない？むむむむむ、考えすぎなような気もするけど、もしかするとメスメルの正体にも関わってくるかもしれないわね。偏っているといえばこのミケラのリングのジェスチャーもそうだね。中央に輪を掲げるリングのポーズに対してミケラのリングは完全に右向きだよね。そして内なる律は右向きに手を伸ばし、外なる律は左向きに手を伸ばし、黄金律前肢は左右両方に均等に手を伸ばす。そう考えるとミケラのリングが右向きであるのにも納得がいくでしょう。そうか、ミケラは外左を取り入れた黄金律原理主義を捨てて無垢金、つまり非合金の金を目指した人物。合金のように外左を取り入れることを否定した中央に輪を掲げるエルデンリングのポーズに対してミケラのリングが極めて右向きに偏っているのはそういう解釈ができるわけね。この説明だと一元さんは何を言っているのかよくわからないかもしれないけど、一から説明すると長くなるので、もしよろしければあっちの過去動画をご覧ください。さてこのイメージでさらに興味深いのがそのミケラのリングの背景に例の木が載せられていることだね。宮崎さんはファミ通のインタビューで2023年2月に発表されたコンセプトアートで左奥の方にそびえているのがその黄金樹の影でして、永住とも呼ばれます。 DLC の舞台となるのは黄金樹に象徴される狭間の地ではなく永住に象徴される影の地であるということですねと話しているんだ。ミケラのリングの紹介画像の背景にその永住がデカデカと載っているね。極めて右向きに偏ったミケラのリングに並んで同じ方向にやたらと偏った永住。そう考えると永住の捉え方もかなり違ってくるんじゃないかな。なるほど、左右バランスの良い黄金樹があんなにまっすぐにどっしり構えているのも納得ができるわけか。そうだね。その黄金樹の影とされる永住がこのような形状になっている意味合いやマレニアのいる腐敗したミケラの聖樹との関係性は想像が膨らむところだけど、今回はこれ以上は具体的には踏み込まずに先に進めようか。プロローグの続きに戻ろうね。だからミケラは影の地に向かった。その黄金の体も力も宿命も全てを捨てた。ミケラは待つ約束の王。興味深い英語訳がポツポツあるね。まずその黄金の体も力も宿命も全てを捨てたの部分だけど、英語訳からすると黄金のがかかるのは体だけではなくその後に続く体も力も宿命も全てにかかっているみたいだね。へえ、そうなんだ。些細なことだけど確かに意味合いは結構違ってくるわね。そして最後のミケラは待つ約束の王の約束の王にはキズがついていて、さらにリターンとあることから、そして今ミケラは彼の約束の王の帰還を待っているというニュアンスになりそうだね。彼の約束の王、あらやだ、なんかウフフじゃないのこれ。モーグはミケラを伴侶として自らが王になろうとしていたよね。神人であるミケラはやはり基本的にお嫁さんポジションみたいだね。普通に考えてこの約束の王って主人公のことでしょ。それで彼でありながらけなげに待っているのでかい木の下で。いやいや、もはや時ヌモのヒロインじゃないの。興奮してきたわ。楽しそうなところ悪いけど、ミケラが彼の約束の王である主人公の帰還を待っているこの構図というのは
先にも触れた偏ったスタンスのことを改めて考えてみると非常に興味深いんだよ。偏ったスタンス、右向きのリングでしょ。外を取り入れない非合金の金。そうだね。外を取り入れてしまうとそれは合金になってしまう。ならば神人である彼はどんな相手を伴侶として望むのか。外がダメなら誰なのか。主人公のことを約束の王としてリターンを待っているミケラは、まさかうちって自分？ミケラは自分の分身的な存在と結婚しようとしている？そう考えるとリターンの受け止め方も違ってくるわ。具体的には謎だらけではあるけど象徴論で考えるならそういう想像はできそうだね。せっかく大興奮していたのにそんな珍妙な話になるとはさすがに燃えないわ。まあミケラと主人公を同一視するという話は一見ぶっ飛んでいるし断定できるような要素も全くないから受け入れ固くて当然だろうね。ただそんな仮説は置いとくとしても主人公がミケラの約束の王だとすると普通にトレント周りのセリフの受け止め方が変わってくるよね。なるほど、確かにそうか。ファミ通のインタビューでトレントに載っている人物は本編でもその存在が語られるデミゴットの一人、聖樹のミケラですかと聞かれた宮崎さんが、はい、そうです。今回の DLC で描かれる物語の主軸となるのはミケラですと答えていて、トレントとミケラの結びつきは確定したのよね。トレントはミケラの馬で、そのトレントが選んだのが主人公。いつかミケラの元に帰還するはずの約束の王だから選んだという解釈ができるわけね。指読みのミケラ様と縁があるなどのセリフも同様だね。主人公とミケラに縁があったのは同一人物的な存在だったからではなくて、いつかミケラの元に帰還すべき約束の伴侶だったからという解釈に置き換えることができるかもしれないね。なるほど、同一人物説が受け入れがたい人はそっち方向で考えられるかもしれないわけね。そうだね。いろいろな角度から仮説を話すけど解釈の幅はできるだけ広く確保しておきたいね。さてプロローグはこれで終わり。キリがついたね。いや、トレーラーとかインタビューとかほんの少ししか触れれていないけど、思ったよりプロローグだけで時間がかかってしまったね。こんな予定じゃなかったんだけど。本当にうちってずっとそればっか言っているわね。でも残りは本当に対して言えることがないからそんなに長くならないと思う。だからここまでを前編、残りを後編にしようか。さすがにもう分かっているわ。そんなスムーズにはいかない。どうせ話が長くなるのよ。クソジジイなのよ。なるほど。それじゃあ最後に一つだけクソジジイから言わせてほしいんだけど、串出し子、メスメル、青空く、ゴッドウィンの何かだと思う。開き直って最後の最後に急にぶっ込む。感覚としてはほぼ確信しているし根拠として話せることはいくつかあるけど綺麗に整理して話すのは現時点では難しいからまたいつかね。この動画はトレーラー公開で急遽作り始めた動画だけどもともと作っていた途中の動画内容が大いに関係してくるからそれも合わせて楽しみにしていただければありがたいです。よし、とにかくもう今は喋らないのね。それじゃあそろそろ締めましょう。そうだね。視聴者の皆さんもこの動画に関しての感想やご意見があればどんなことでもお気軽にコメントしていただけると嬉しいです。今回の動画はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。